はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ とアンジェリアーズオーディオストアのコラボモデルライブラバランスドバージョンです。ハイレゾバージョンはこないだレビューしたんで、詳細は過去動画をチェックしてもらえばと思うんだけど、その時バランスドバージョンは想像でしか話ができなかったんだよね。そうなのよ。ジャックさんはバランスドバージョンの方が工程のバランスがいいんじゃないかって思っていたようなのよね。で、エンジェルダックオーディオさんがそれを知って、バランスドバージョンも送ってくれたんですって。ありがとうございます。じゃあ今回は音質比較に絞るってことだね。そういうこと。なので短い動画になるけどよろしくね。はいはい。早速ですが、ハイレゾバージョンのレビューの時、バランスドバージョンの定域は EDX Pro X と同じぐらいっていうことでしたけど、どうでした？違ってたね。こうなった。おお、バランスドバージョンの定域の方が強かったんだ。そう。なのでハイレゾバージョンのレビューでの想像が間違ってたんで訂正ね。まずサウンドチェックで聞いてもらおうかな。ハイレゾバージョンの時のサウンドチェックにバランスドバージョンを追加した。音調整の基準は定域が両者の間ぐらいにある EDX Pro X にしてるけど、比較は2つのバージョンだけにしてあるよ。はい、ちょっと複雑ですけど了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。結構印象違いましたね。低域が増して中高域がちょっと落ちてる？波形ではそう出てるね。実機で聞き比べた感じはどうなの？ハイレゾバージョンの時はバンドルケーブルだけで聞いてたんで、今回は KBE や ST18mm ケーブルしてバランス接続で聞いてみた。やっぱりリケーブルした方が感触は良かったね。ハイレゾバージョンの小域はシンバルの響きが平面的でチープな感じしてたんだけど、リケーブルして余裕が出たからかそれも感じづらくなったんで、ハイレゾバージョンの印象が良くなった。どちらかというとバランスドバージョンの方が好みではあるけど、量感優先の低域は曖昧な感じがしたのと、他の帯域に被る感じがあったかな。それと中高域どうした？ちょっと減っちゃってるっていう部分が気になったね。この低域の出方は KZ の同価格帯のモデルでは何が近いの？いくつか比べてみて EDX ライトに近いことが分かったよ。実機を聞き比べた結果、低域は EDX ライトよりさらにライブラバランスドバージョンの方が出る傾向。一方ハイレゾバージョンの低域はあえて上げるとすれば EDX になるけど、近いのは 200Hz 手前までなので全体で似てるとは言えないね。どっちを選ぶか迷いますね。そうだな、個人的にはバランスドバージョンを選ぶかな。予想より低域強め、そして中高域が少し抑えられたんで、低域を少し絞るとベストバランスになる。こんな感じ。低域が欲しいという割に出過ぎも嫌なんでね。そっかー、EQ 補正すると EDX Pro X みたいな低域に落ち着いたってことか。どちらを選んでも EQ 補正してベストバランスにするなら、森よりカットする方向で調整したいんでね。ライブラの2つのバージョンの低域は思っていたより差が大きかったというのが結論だね。なるほど。気に入って両方のバージョンを買ったら見た目が同じなんで区別できるような工夫があってもいいかもですね。まあ聞けばわかるけど、確かに見てわかるようにはしておきたいかな。ということで簡単ではありますが KZ ライブラの2つのバージョンを比べてみました。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。
MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。